こんにちは、ももカフェです。心理言語学と社会心理学の研究を活用し、日本に住む外国人が日本語学習者から日本語話者へと移行できるよう支援したいと考えています。オーストリアの哲学者ウィートゲンシュータインは、私の言語の限界は私の世界の限界を意味すると述べました。この言葉は、私たちが世界を認識し、思考する方法が使用する言語によって先へ作られていることを意味しています。ある意味で、言語は決して私的なものではなく、人々が相互に文化や世界を共有する手段とも言えます。つまり、私たちはこの言語という芸術に参加し、地に互いのやり取りを通じて言語の構造に新たな貢献を行います。言語とは単なる言葉以上のものであり、文化や伝統、そしてコミュニティ全体の統合を意味します。言語を学ぶということは、新しい歴史と伝統の世界に足を踏み入れることを意味します。私たちの研究では、ホリスティックな多言語主義の時点から、日本語学習者を理解しようと説き見ています。ここは、言語形的と言語使用の両概念を統合し、多言語化者とコミュニケーションの文脈との相互作用を考慮します。言語形的とは、言語の構造や規則、表現を認識し、理解する能力を獲得する過程を指します。一方で、言語使用とは、言語の学習過程ではなく、私たちが日常的なやり取りの中で、どのように言語を使用するかに焦点を当てます。このようなホリスティックな視点で、多言語形的を捉え、秘密のアプローチを採用します。最初のステップとして、学習者だけでなく、日本語をめごとする人の視点からも見て、外国人が日本社会で日本語を使う場面をより深く理解することを目指します。そのために、アイトラッキングを用いて、日本語を話す外国人に対する日本語母語化者の無意識のバイアスや、認知負荷、つまり頭の中でどれくらい負担がかかっているかを測定します。次のステップでは、日本語を第二言語として使う人が直面するコミュニケーションの曖昧さによる課題が、日本語の理解にどのような影響を与えるのかを調べます。特に、日本語を話す外国人が、日本語母語化者と原画にコミュニケーションを取る上で、日本の文化的な振る舞いがどのようなクッションの役割を果たすのかに注目します。脳の動きを詳しく知るために、F ニルスや EEG を使って脳活動を測定し、日本語の曖昧な表現を理解するときに、文化事業がどのくらい認知の負担を減らしてくれるのかを探ります。最後は、日本語教師内での多言語主義を促進する方法の検討です。探究学習やオープンな対話、フィールドインアクションといった教育手法を活用し、学習者が心理言語学的社会的に深い理解を固めるようサポートします。これにより、教科書の学習から実際の社会での言語使用へとつなげていくことを目指しています。モモカフェは一般的な教科書とは異なります。これは学習者が自分の学びを捉え直し、日本語化者としての力を伸ばせるように作られた初めてのワークブックです。この本を通じて学習者は自信を持って日本語を話せるようになることを目指します。学ぶだけで終わらない。日本語を話せる自分へ。モモカフェ